世界一面白いアクション RPG、これを目標にゲームを作ります。突然なんですけど、地面に突き刺さってる剣ってめちゃくちゃかっこいいですよね。男の子だったら一度くらいはね、そういった剣を引き抜くっていう妄想をしたことがあると思うんですけど、今回は戦闘中にそういった剣を地面に突き刺したり、または引き抜いたりですね。そしてさらにはその突き刺さってる剣を利用したかっこいいアクションなんかの実装がある程度進んできたので共有していきたいと思います。ちなみになんですけど、プレイヤーがね、装備して持っていってる剣だけじゃなくて、フィールドに最初から刺さってるような剣とかも同様のアクションがね、行えるようにしていくので、結構ね、使いどころはたくさんあるかなと思います。それではまず操作方法なんですけれども、武器の攻撃モーション中に四角ボタンを押すことによって剣を地面に突き刺すことができます。もともとこの四角ボタンっていうのが装備の切り替えボタンですね。納刀とか抜刀を司っているボタンなんですけど、それを攻撃中に押すことによって武器を手放すっていうタイプのアクションに変化するわけですね。ちなみに片手持ちの軽い武器を使っている時に同様の入力をすると武器を投げることができます。もう文字通り本当に手放してるっていう感じですね。で、もちろんこの投げた武器が壁にぶつかると突き刺さるっていうような仕様になっていますね。続いては武器を引き抜くアクションですね。こちらも同様に四角ボタンと攻撃ボタンの同時押しですることができます。この操作を刺さった武器の近くで行うことによってこのように攻撃しながらね、武器を引っこ抜くことができます。現状この引き抜くモーションが水平切りと逆水平切り、この2つしか用意してないんで、普通に攻撃せずに引き抜くっていうことが今できないっていうね、なんか変な状況になっちゃってますね。あと片手用の武器のね、引き抜くモーションもまだないので、武器転送魔法で回収するしかないっていう風な状態になっちゃってます。ちょっと今度ね、講談社の担当編集さんが今モーションキャプチャーのね、スタジオ借りれないかっていう手続きをね、やってくれてるみたいなんで、もしね、借りることできたらね、ちょっと関東の方までね、モーションキャプチャーしに行こうかなと思ってます。もちろんね、いろいろな世間のね、状況を鑑みてっていう感じにはなると思うんですけどね。あとモーションキャプチャースタジオ使えたとしても、この刺さってる剣をかっこよく引き抜くモーションっていうのがね、自分の体で表現できるのかっていう不安はありますよね。なんかその担当編集さんが昔剣道やってたっておっしゃってたんで、ちょっとその辺期待していこうかな。でもあんまり引き抜くっていうモーション、実際の武術とかでは使わないよね。居合とかだったらあるんだけどね、ちょっとそれも違ってきそうな感じですよね。で、ちょっとモーションつながりでね、一つこだわりのね、ポイントを紹介します。攻撃とかのね、アクションと納刀抜刀のね、モーションを重複して同時再生することができるようになっています。このアニメーションの再生にはね、それぞれスロットっていうのが用意されてて、で、今回ね、その装備用のスロットをね、別途用意したっていう感じになってるんですけど、例えばこの水平切りモーションとかの場合だと、攻撃モーションのね、かなり後半の方ですね、この辺から納刀抜刀にね、遷移することができるっていうフラグを引いておくことによって、ご覧のようにね、引き抜いた後にかっこよく納刀っていうね、ちょっとした手間なんだけど加えるだけでかなりかっこよくできるっていうね、お気に入りのアクションの一つですね。ちなみにローリングの途中とかで同様のアクションするのも結構かっこよくておすすめとなっております。さあ続いて刺さった剣を利用したアクション2つ目。開発中はね、飛翔撃っていう名前で呼んでたんだけど、刺さった剣に乗っかってそれをジャンプ台にしてね、ハイジャンプしてからの落下攻撃っていうアクションですね。これ武器投げの時の動画でもね言ったんだけど、地面に刺さってる剣って結構いろいろ意味が込められてて、もともと第一進行っていうね世界観がベースにあるんで、濃厚のメタファーとしてね、剣を引き抜くことによって回復したりっていう要素を入れたいみたいなことを言ってたと思うんですけど、やっぱりね、地面に刺さってる剣ってめちゃくちゃエネルギーを持ってるんですね。この世界ではそのエネルギーをメイって呼んだりするんですけど、そのメイがねたくさん蓄えられてるんで、その上でねジャンプをすることによってめちゃくちゃね高くジャンプできるっていう風な仕組みになってます。これね、モーションとかジャンプの高さとか空中制御とかもねちょっとまだ仮なんで、もっとね高くジャンプさせてもっともっと空中制御効かせまくるっていうのもありかなと思ってます。で、このハイジャンプ中に R1 もしくは R2 ボタンで、メイン武器もしくはサブ武器で落下攻撃を繰り出すっていう感じですね。自分が刺した剣、あるいは最初からフィールドに刺さってるような剣がね、常に戦闘中自分に対してどの位置にあるのかっていうのをね把握しておくことによって、ここだっていう瞬間でねうまいこと使えたらめちゃくちゃ気持ちよさそうなアクションになってるかなと思います。これね、剣の上で待機してる時がね一番ちょっと見た目的にクオリティが低いんですよね。こういう尖った場所での待機モーションっていうのがちょっとなかなかなくて、これ実はジャンプのモーションを途中切り抜いて待機モーションに流用してるっていう風な無理やりな作り方してるんですけど、ちょっ
と現状見た目的に結構厳しいですよね。まあちゃんと武器側に足をね設置するポイントっていうのを座標決め打ちしてやって、まあそこにキャラクターをね無理やり設置させるみたいなことをやれば、まあ多少はマシになるのかなとは思うんですけど、まあ、どうしても見た目的に厳しそうな場合は登るモーションとジャンプするモーションを一体化させて一つのモーションとして扱えばそこそこ解決できるかなとは思うんですけど、どうしてもねこの剣の上で登ってね待機できるようにしたいんですよね。なんかアサシンクリードとかであるじゃないですか、塔を登ってマップを開放するみたいな、よくあると思うんですけど、塔のね頂上まで登ってしゃがんでね下界を見下ろすみたいな瞬間がめっちゃ好きなんですよね。やっぱここで待機できることによって、まあ、タイミングをねずらしたりとかもできるし、何よりこのしゃがんで尖ったところに待機してるっていうのが結構見た目的にかっこよくて好きなんですよね。やっぱり待機できることって一番贅沢なアクションだと思うんですよね、実は。まあリンク感を高めるためにもねちょっとここは頑張っていきたいところですね。先日この非衝撃のアクションをね実装してた時にちょっとね変なバグに遭遇しまして、まあ、アニメーションとかのね流れを管理してるアニメーションブループリントっていうものがあるんですよ。まあアニメの遷移だったりとか重みなんかをね管理してるところなんですけど、まあ、このようにねコードをつないでいくことによってねその流れを管理できるんですけど、ここをねちょっと間違っちゃうと、まあ、俗に言われる T ポーズっていうようなねアニメデータが何も流れ込んでいないとこういう状態になったりとかしたりするんですけど、それとは打って変わってねこんな感じで体がめちゃくちゃ縮んでいくっていうね、某名探偵もびっくりなぐらいね体が縮んでいくバグがあるんですけど、これがねその武器を登った瞬間にね起きるっていうバグに遭遇して、なんかちょっと絵的にね面白くて笑っちゃったんですよね。なんかジョジョの6部でいましたよね、アナスイっていうキャラがダイバーダウンっていうスタンドを使うんですけど、それがねこんな感じで物に入り込むみたいな、物の内側に入っていくみたいなスタンドだったと思うんだけど、これもねその刺さってる剣に入っていってるみたいなね、まあ、実は入ってるわけじゃなくてめちゃくちゃ体がちっちゃくなってるだけなんで、よーく見たらねそのちっちゃくなった体がちょこんとね天井になってるのが見えるんだけど、で待機モーションをねハイジャンプで解除するとスケーリングがねちゃんと元通りになるんで、また剣から飛び出してくるみたいなねなんか絵的にはすげえ面白そうな技になるっていう感じのねバグがありましたね。なんかさすがにここまでのねなんか剣の内側に入り込むみたいなまあちょっとやらないかなと思うんですけど、たまにこういう面白いバグが新しいアクションのねアイデアになったりするっていうこともあったりするんで、ちょっとね録画しといてね皆さんに紹介してみましたっていう感じですね。今年のゲームクリエイターズラボを応募するって人がどのくらいこのチャンネルの視聴者にいるかはちょっとわかんないんですけど、ゲームクリエイターズラボの公式サイトがね新しくできてましたね。なんか黒を基調にした感じのねサイトで、なんかちょっとかっこいい感じでしたね。で今年9月1日から応募受付開始らしいんですけど、なんかね先日のゲームバーっていうボードゲームのねイベントがライブ配信されてたんですけど、そこでねちょっと新しい情報が出てて、8月の1日からゲームクリエイターズラボプレエントリーが開始されるってことですね。でプレエントリーで応募しとくとなんかね RPG スクールの MZっていうやつがなんか無料で使えるみたいな、一応起動時間の制限はあるけど無料で使えて、しかもそのデータ規約にのっとって販売とかもできるみたいなことを言ってましたね。というわけでもう7月中旬ですからね、はい、ゲームクリエイターズラボ応募するって人はねマジで人生変わるからね。これやっぱ自分の人生のメインクエストを一生懸命進めてる時が一番楽しいよね。というわけでみんなで頑張ってこうやっていう感じで締めたいと思います。お疲れ様でした。バイバイ。